私の専門はラテンアメリカ宗教史です。慶應義塾大学法学部の大久保則弘です。カトリック文化圏とされるラテンアメリカにおいて、1960年代頃からプロテスタント信者数が急激に増加しています。それまではラテンアメリカのプロテスタント人口は全人口の 1% 程度でしたが、現在ではラテンアメリカ各国人口の1割から3割にまで達しており、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアといった国々ではすでに4割を超えたとも言われます。私もこれらの国に来ましたが、そこかしこで多くのプロテスタント教会を見かけました。1960年代のラテンアメリカは、軍事政権の成立や都市人口の増加、貧富の差の拡大などにより、政治的・社会的緊張が高まった時代です。そのような状況で多くの人々が宗教に救いを求めるようになります。人口移動が活発化する中で、旧来の宗教の縛りから解放された人々が、新しい宗教と出会う機会が増えます。その機会をプロテスタントが巧みに捉えました。ラテンアメリカにおいてプロテスタントが増加した理由は、おおよそこのように説明されてきました。政治的・社会的な変動を契機として、新しい宗教が広まるという説明は最もだと思う一方で、歴史を遡りつつ宗教側の事情にも深く踏み込んで、この現象を捉える必要があると私は感じていました。そこで私は比較的資料が多い20世紀前半のメキシコに着目しました。当時のメキシコのプロテスタントは、勢力拡大のためにさまざまな戦略を練ります。欧米に拠点を置く宣教会の支援で、学校や病院などを設立し、わずかながらも信者を獲得していきました。さらにプロテスタントは政治にも進出します。折しも1910年、メキシコ革命が起きますが、革命政権は旧勢力であるカトリック教会と対立し、プロテスタントを政府の要職に起用します。例えば1924年に公教育省次官となったモイセス・サイエンスは、メキシコの記念切手にもなるほどメキシコの革命史や教育史においては名の通った人物です。しかしメキシコの歴史研究において、彼がプロテスタント信者であったことが語られることはほとんどありません。私は彼がプロテスタント系雑誌にも積極的に記事を書いている点などから、彼のプロテスタントとしての側面を明らかにしました。他にもさまざまな視点からメキシコ革命期のプロテスタントの動向について研究を重ね、一冊の本にまとめました。サイエンスは公教育省で農村に学校を設立する政策を進めましたが、それは後にプロテスタントが農村やスラムで積極的に布教活動を展開する布石となりました。このように20世紀前半においてすでにラテンアメリカのプロテスタントは勢力拡大のためにさまざまな活動を繰り広げており、それが1960年代以降に信者数を増加させる準備段階となったと考えています。地理的に遠いこともあり、日本においては馴染みの薄い地域ですが、その分知らないことが多く新鮮な発見の連続です。日本から見て地球の反対側にあるため、この地域について学ぶことで自然とグローバルな視点も養えます。宗教は人の心に働きかけ、人が何らかの行動をする際の動機となります。人の動き、社会の動きを見る際に宗教は非常に重要です。